前回は圧倒的な物量でハイブリッドの理想を追求した HT6000 がローランド D50 のふわーっと広がる美しい魔法の前に敗れ去ったお話をしましたね。そうでしたね。あの出来事は、計算機屋が提示した工学的な正解が、時代が求めた、いわゆる効率的な嘘によって無回答にされてしまうという、非常に残酷でかつ哲学的な結末でした。なるほど。効率的な嘘ですか。はい。シンセサイザーの歴史において、技術的な優位性がそのまま市場の覇権に直結するわけではないということを、まざまざと見せつけられた瞬間だったと言えますね。妥協のない真実が必ずしも人々の心を打つわけではない。このパラドックスを踏まえた上で、今回はシンセサイザーの進化と並行して、水面下で激しい技術競争が繰り広げられていたサンプラー市場の歴史に焦点を当ててみたいと思います。サンプラーですね。リスナーであるあなたも、現代の音楽制作において、サンプリングという言葉は日常的に耳にするはずです。しかし、その黎明期には、今の常識からは考えられないような苦闘がありました。このサンプラーという戦線において、ある日本のメーカーが現在の音楽制作の常識を先取れするほどの恐ろしいまでの先見の明を持っていました。はい。しかしそこにはすでに絶対王者が築き上げた標準化の壁が立ちはだかっていたんです。それでも彼らが決して手放そうとしなかったもの、それが16ビットという次世代の真実でした。電子音楽機材の探求では、名機たちの背景にある歴史や技術者たちの深遠なドラマを一つ一つ丁寧に深掘りしていきます。ええ、今日お話しするような機材の裏側に流れる泥臭い物語や不器用なまでの情熱に惹かれる方は、ぜひチャンネル登録と高評価という形で私たちの探求を応援していただければと思います。あなたのその応援が、この深夜のラジオドキュメンタリーのような静かな試作の時間をさらに深くしていくための力となります。前回私たちが語ったシンセサイザーにおける音を合成するというアプローチから、現実の音をマイクやライン入力でそのまま取り込むというサンプリング技術へと、人々の関心は大きく広がりを見せていましたよね。ええ、まさにその過渡期です。ただ当時のサンプラーは決して何でもそのまま取り込んで再生できるような都合の良い魔法の箱ではありませんでした。1980年代後半の市場では8ビットや12ビットといった今から見れば非常に解像度の荒いフォーマットが主流だったわけですよね。その通りです。現代の私たちはスマートフォンのボイスメモですら録音した音がそのままの品質で再生されることを当たり前だと感じています。全く疑いませんよね。しかし当時は録音機であるにもかかわらず元の音の純度を保つことができない。それが当時のサンプラーにおける誰もが受け入れざるを得ない物理的な限界だったんです。例えば極上の音質でプレスされたレコードや出たばかりの CD からドラムの音をサンプリングしたとします。はい。でもそれをサンプラーの鍵盤で再生すると、元の音に合ったはずの高音域がシャリシャリと削れ落ちてしまう。さらには音が鳴る背後にサーッという不快なエリアシングノイズが常に乗り、全体的に音がモコモコとした質感に劣化してしまうのが避けられない現実だったのですよね。音の波形をデジタルデータに変換する際、当時の8ビットや12ビットという低い解像度では波形の滑らかなカーブをカクカクとした階段状にしか記録できなかったんです。なるほど。階段状にですか。はい。この階段の粗さがそのままノイズや高音域の欠落として耳に届いていました。例えるなら、当時のサンプラーを使うということは、目の前に広がる美しい風景をあえて焦点の甘いポラロイドカメラで撮影するようなものだったと言えるでしょうね。ええその解像度を低さやノイズ、つまり劣化すらもヒップホップなどのジャンルにおいては一つの味として、あるいは異質感として受け入れていたわけです。そうですね。それが一つの文化になっていましたから。そんな時代である1987年に、カシオは FZ1 というモンスター機材を市場に投入しました。この機材が提示した16ビットは、当時の感覚からすればまるで突然現れた超高解像度のデジタルカメラのようなものだったのではないでしょうか。そのままの鮮度で再生される16ビットの音色は、クリエイターたちにとってどれほどの衝撃だったのでしょうか。その衝撃は、それまでのサンプラーは音が劣化する楽器であるという前提を根底から覆すものでした。前提が覆るほどの。ええ。この妥協のない音質の背景には、巨匠、富田勲氏と共にカシオが築き上げた伝説の超ド級システム、
コスモシンセサイザーの存在があったんです。ああ、あの伝説の巨大な特注システムですね。はい。FZ1 の心臓部には、そのコスモシンセサイザーの開発で培われたサンプリング技術がそのまま受け継がれています。なるほど、そこがつながってくるんですね。富田勲氏自身がコスモのサンプラーに対して 14kHz までフラットな周波数特性を実現し、海外のどんな製品も凌駕していると絶賛の言葉を残しています。 14kHz までフラットにですか？はい。14kHz までフラットに音が出るというのは、当時のサンプラーとしては異常なほどの広域再生能力なんですよ。なるほど。カシオの技術者たちは、この均と透き通るような一切の濁りを持たないコスモ譲りの音色を計算機屋としての純粋な意地で一般市場向けにダウンサイジングしてのけたわけですね。そういうことになります。しかしここで一つの疑問が浮かびます。16ビットのクリアな世界を実現できる技術が存在したということはわかります。ただ、カシオ以外のメーカー、当時のサンプラー市場を席巻していた海外の絶対王者たちも、技術的には16ビットの処理自体は可能だったのではないでしょうか。なぜ他社はそれを採用しなかったのですか？鋭い指摘ですね。他社がやらなかった最大の理由は、技術的なハードルではなく、非常に現実的な市場の壁、つまりコストの問題だったんです。コストですか。一般向けのサンプラー市場において、16ビットという高解像度のデータを処理するためには、当然ながら巨大なデータ容量を保存するための大容量のメモリが不可欠でした。1987年同時のメモリですよね。はい。当時はパソコンのメモリですらキロバイトやメガバイトの単位で信じられないほど高価な部品だったはずです。その通りです。12ビットから16ビットに解像度を上げるということは、単純計算でデータの取扱量が激増し、それに伴って高価なメモリチップを基板上に大量に搭載しなければならないことを意味します。そう考えると、経営的な観点から見れば、メモリのコストを抑えるために12ビットに落とすのが最も合理的で手堅い定石だったはずです。まさにそれが当時の定石でした。12ビットならコストも抑えられ、当時のクリエイターたちもモコモコした音にすでに満足していたわけですから。にもかかわらず、なぜカシオはサンプリングの入り口である AD コンバーターから音を出力するデコチの DA コンバーターに至るまでの全工程においてコストのかかるフル16ビットを貫き通したのでしょうか。これは単なる技術の維持や自己満足だったのでしょうか。いいえ、それは単なる意地などという浅いものではありません。当時の業界を支配していたサンプリングとは音が劣化するものだという常識に対するカシオからの強烈なアンチテーゼだったと私は考えています。アンチテーゼですか？彼らは電卓から始まった計算機屋です。はい。入力された数値を途中で丸めたり切り捨てたりして出力結果が変わってしまうようなことは、彼らの工学的な哲学が許さなかったのでしょなるほど。数字に対する誠実さですね。う。はい。原音という自然界の波形を壊すことなく、ありのままの姿でデジタルの数値として記録し再生する。それは工学的な誠実さの結晶だったと言えます。非常に腑に落ちました。コストという経営的合理性よりもデータへの誠実さを選んだわけですね。しかし、妥協のない高解像度を手に入れた彼らが次に向かったのは、単に綺麗な音を鳴らすことではありませんでした。その極上の音色をどう支配するかという、インターフェースにおける狂気とも呼べる領域でしたね。はい。ここが FZ1 の最も得意な点です。彼らは音を録音するだけでなく、それを再構築するための視覚的なアプローチを導入しました。視覚的なアプローチ？それがフロントパネルに搭載された大型グラフィック液晶ディスプレイです。当時の機材としては破格の大きさを持つ画面ですね。ただ、1987年の液晶ですから、現代のスマートフォンのような鮮やかなものではなく、おそらく緑色かオレンジ色のバックライトに黒いドットが浮かび上がるようなモノクロの画面ですよね。いわゆるドットマトリックス液晶です。しかし当時のミュージシャンにとって、この画面がもたらした意味は絶大でした。と言いますと？この画面の中でサンプリングした波形のギザギザとした山と谷をユーザーは直接視覚で捉えることができたんです。なぜ波形を視覚で捉える必要があったのでしょうか。耳で聞いて判断すればいいような気もしますが。そこが16ビットの恐ろしいところなんです。恐ろしいところ？12ビットのモコモコとした音であれば、サンプリングした音のループポイント、つまり繰り返し再生するつなぎ目が多少ずれていても、ノイズに紛れてごまかすことができました。なるほど。粗さが粗さを隠していたと。はい。
しかし、濁りを持たない16ビットの解像度では、ほんのわずかな波形のズレが再生時にプチッという耳障りなクリックノイズとして明確に露呈してしまうんです。ああ、なるほど。鮮明なデジタルカメラで撮ったからこそ、ピントのわずかなズレやゴミの付着が目立ってしまうのと同じですね。まさにその通りです。だからこそ、勘に頼るのではなく、波形を顕微鏡のように覗き込んで、正確につなぎ合わせる必要があったんです。それで大きな画面が必要だったわけですね。ええ。さらに驚くべきことに、本体のボタンをカチカチと押し込むことで、波形を合成したり、直接ドット単位でエディットしたりすることすら可能だったんですよ。現代の音楽制作、つまり DAW の環境では、パソコンの大型モニターで波形を見ながらマウスで編集するのはごく当たり前の風景です。しかし FZ1 はそれを1987年の時点で外部のコンピューターに頼ることなく本体のみで実現していました。これはまさにコスモシンセサイザーから受け継いだ音を数字として、そして視覚として支配するという未来に対する強烈な確信の表れです。なるほど。彼らは音楽家に対して音を感覚だけではなく視覚的なデータとして扱うことを要求したんです。音を耳で聞くだけではなく目で見て切り刻む、まさに未来を知るインターフェースですね。そしてもう一つ、この機材を語る上で外せないのが独自のフィルターである DCF、デジタルコントロールフィルターの存在です。はい。サンプリングした原音の明るさや硬さを加工し、削り取っていくための重要なセクションですね。カシオの過去の名機である CZ シリーズ譲りの8段階のエンベロープという極めて変態的な仕様でした。ええ。ノイズのない高解像度な16ビット波形と異常なまでに細かく時間変化を設定できる8段階のエンベロープ。ええ。この2つの要素が組み合わさることで FZ マン特有の氷のように冷徹で透明な質感が生まれたのですね。ええ。圧倒的なスペックに、緻密で複雑なフィルター、そして未来を見据えたインターフェース。これはついに時代を制したのでしょうか。いえ、そうはなりませんでした。残酷な時代の波が彼らの前に立ちはだかったんです。あれほどの圧倒的なスペックの前に、一体どのような壁が立ちはだかったのでしょうか。その当時のプロの現場にはですね、すでに絶対的な王者として君臨していた機材があったんです。王者ですか。ええ、赤いの SQ100 というサンプラーです。これがカシオの前に巨大な壁として立ちふさがったんです。なるほど。当時のスタジオという空間を想像してみてください。ラックには重厚な鉄の箱がいくつもマウントされていて、無数のケーブルが這い回っています。はい。独特な雰囲気がありますよね。ええ、そのラックの最も目立つ場所に、まるで神棚のように鎮座していたのが SQ100 だったんです。S900 が覇権を握っていたという事実には、非常に興味深いパラドックスを感じます。と言いますと、なぜなら S900 のサンプリング解像度は12ビットでした。カシオの FZ1 が誇る16ビットという圧倒的なスペックと比較すれば、情報量としては明らかに劣るはずの機材です。ええ、数字の上では全くその通りです。ジャンルによっては、よりクリアで高音質な16ビットを選ぶ人間もプロの現場にはいたはずですよね。そこで重要になるのが、12ビットという数字が持つ音響的な物理現象なんです。物理現象。はい。16ビットが音の波を6万5000段階以上の細かさで精密に記録できるのに対し、12ビットはわずか4000段階ほどしかありません。桁が違いますね。つまり、原音の微細なニュアンスや空気感はどうしても切り捨てられてしまうんです。情報が欠落してしまうわけですね。そうです。しかしその情報が欠落する過程で音の輪郭がギュッと圧縮され、特有の密度が生まれるんですよ。密度が生まれる。ええ。高音域の繊細さが失われる代わりに中低音域が前に押し出される。その結果、少しザラッとした、それでいてズンと腹に響く特有の音の太さが生まれました。なるほど。つまり写真で例えるなら、解像度が低くて粒子がザラザラしているフィルム写真の方が被写体の力強さや生々しさを逆に引き出しているような状態でしょうか。ダンスミュージックのプロデューサーたちが求めていたのはまさにその生々しさでした。洗練された音よりも力強さを求めたと。で、ドラムのキックやベースラインを SQ100 にサンプリングすると、12ビットな粗さが魔法のように働き、ミックスの中で力強く前に出てくるんです。なるほど。当時のトラックメーカーたちにとって、その泥臭くも力強い響きは非常に愛しいものでした。愛しい響き。はい。サンプラーにつないだ鍵盤を弾くたびに、
強烈なエネルギーが放出されるような感覚です。高解像度で原音に忠実な美しい音色よりも、荒々しく空気を震わせるような極上の歪みが当時の最前線では正解だったんです。工学的な不完全さが芸術表現としての最適解になってしまったわけですね。ええ、まさにその通りです。しかし、音質の好みの問題だけであれば、FZ1 の16ビットのクリアな音を評価する市場も一部には残されていたはずです。絶対的な王者として S900 を君臨させた決定的な要因が他にもあったのではありませんか？おっしゃる通りです。音質とは全く無関係の極めて物理的なメディアが勝敗を分けました。物理的なメディア。ええ、フロッピーディスクの存在です。フロッピーディスクですか？はい。1980年代後半の制作環境を考えてみてください。現代のようにインターネットで瞬時にギガバイト単位の音声データを共有できる時代ではありません。まだネットワークが発達していませんでしたね。音は四角いプラスチックの塊であるフロッピーディスクに記録され、手から手へ、スタジオからスタジオへと物理的に運ばれていたんです。非常にフィジカルな作業ですね。S900 にディスクを差し込み、ガシャッという機械音とともに数十秒かけてゆっくりと音のデータがロードされるのを待つ。それが当時の日常でした。なるほど。この時、世界中のスタジオに S900 が置かれていたという事実が強烈な意味を持ち始めます。プロデューサーは自分の最高のリズムやベース音を保存したディスクをポケットに入れて移動するわけです。自分の音を持ち歩くわけですね。はい。ニューヨークのスタジオに行っても、ロンドンのスタジオに行っても、そこには S900 がある。ディスクを入れるだけですぐに自分の音が鳴るんです。なるほど。つまり、赤いフォーマットのフロッピーディスクが、当時の音楽業界における音の共通通貨になっていたということなんです。なるほど。少し乱暴な例えなのかもしれませんが、どれだけ高画質で美しい 4K の独自の映像フォーマットを開発しても、世界中の映画館が VHS テープの再生機しか持っていなければ、誰にも作品を見てもらえない。だからクリエイターは全員、画質を落としてでも VHS で作品を作るしかなかったというような状況でしょうか。まさにその残酷な構図です。カシオの FZ1 がどれほど優れた16ビットの性能を持っていても、この通貨が使えない国、つまりカシオ独自のフォーマットの機材をわざわざ導入して、一から音のライブラリーを作り直そうとするプロは少なかったんです。エコシステムが完成してしまっていたと。はい。彼らが構築したのは、単なる機材の優劣を超えた便利なエコシステムでした。計算機屋が提示した16ビットという完璧な真実は、世界中のスタジオをつないだ赤いフォーマットという標準化の壁を前に、メインストリームを奪い取るには至らなかったわけですね。残念ながら。FZ1 は極めて高いポテンシャルを秘めながらも市場の覇者になれないという悲劇的な結末を迎えた。市場の文脈を読み違えた非常に不器用ともいえる技術者たちの純粋な情熱の帰結を感じます。正しい数字が必ずしも市場の覇者になるとは限らない。なんとも歯がゆい結末ですよね。当時の大衆音楽が S900 の温かさに酔いしれていた裏で、全く逆のベクトルを渇望していた異端児たちは存在しなかったのでしょうか。そこが電子音楽の歴史の面白いところなんです。後年になってこの FZ1、厳密にはそのラックマウント版である FZ10 が放つ質感を熱狂的に愛した世界的なアーティストが現れます。ほう、どなたでしょうか。複雑怪奇な電子音楽で知られる奇才、エイフェックスツインです。エイフェックスツイン。彼のような前衛的な表現者がなぜカシオの機材を選び、どのように評価したのでしょうか。彼は自身の初期の歴史的な名盤において、実に 80% 以上のトラックでこの FZ10 をメイン機械として愛用していたと語っているんです。80% も。当時のメインストリームが愛した S900 の太い音をなぜ彼は選ばなかったのでしょう。彼が求めたのは大衆が好んだ温かさや太さではなかったということですか。彼はサンプリングしたドラムのループ音をそのまま再生するような使い方はしませんでした。では、どのように。音の波形をブレイクビーツの単位で、それこそ刃物で細かく切り刻み、常人では思いつかないような複雑なパターンで再構築していく狂気的なスタイルを持っていたんです。音を細かく切り刻む。そこに12ビットの太さは不都合だったと。なぜなら12ビットの温かくて太い音を切り刻もうとすると、音の輪郭が曖昧になっているため、切り口が滲んでしまうんです。切り口が滲む。はい。泥臭く太いキックドラムの余韻が次に鳴らしたいハイハットの音にまとわりついてしまうんです。
結果として全体のサウンドがモコモコと濁ってしまうんですよね。なるほど。粘土の塊をナイフで切ろうとすると、とわりついて綺麗な断面にならないようなイメージですね。彼には音の表面を鋭く剥くような全く別の無機質な質感が必要だったと。彼が真に求めたのは、カシオが作った氷のように冷たい16ビットの質感でした。16ビットの極めて解像度が高く、余計な味付けのないクリアな音は、どれだけ細かく切り刻んでも断面がガラスのように鋭く独立して響き続けます。なるほど。音が濁らないわけですね。ええ、S900 の12ビットが持つ歪みとは対極にある冷徹で高解像度な音響空間こそが彼の前衛的な表現には必須だったんです。面白いですね。そして資料によれば、彼が FZ10M を愛したもう一つの理由として、複雑回帰な8段階フィルターとエンベロープが挙げられています。はい。これらは具体的に音にどのような魔法をかける機能なのでしょうか？一般的な機材のフィルターは、単純に高音域を削って音をこもらせる程度の簡素なものでした。しかしカシオは、ここにも計算機屋の狂気を注ぎ込み、音の成分を8の段階で極めて緻密に彫刻できる機能を搭載しました。緻密な彫刻ですか？ええ。そして何より重要なのがエンベロープです。エンベロープ？シンセサイザーの用語で音の時間的な変化を制御する機能ですよね。そうです。音が生まれてからどのように減衰し、どのように消えていくかという、いわば寿命のタイムラインを決める機能ですね。はい。一般的な機材は、アタックという立ち上がり、ディケイという初期の減衰、サステインという保持、リリースという余韻の4つの段階しかありません。しかしカシオは、これを最大8段階まで設定できるようにしたんです。8段階。つまり、音が鳴ってから消えるまでの間により複雑なドラマを作れるということですか？ええ、その通りです。音がじわりと立ち上がり、一瞬だけ鋭く落ち込み、再びうねるように上昇し、そして最後は残響を一切残さずにスパッと断ち切れる。スパッと断ち切れる。はい、そのような蒸気を逸した音の動きを極めて正確にプログラムできたんです。それが AFX ツインの音楽スタイルに直結するわけですね。ええ、FZ1 が持つ16ビットの鋭利なエッジと、この複雑で正確無比なエンベロープ。これらが組み合わさることで、彼が音の断片をバキバキに切り刻むための最も切れ味の鋭いメスとして機能したんです。当時のメインストリームが選ばなかったカシオの工学的な質感が彼にとっては絶対に必要な武器だった。メインストリームの音楽はグルーヴの太さを求めていたのに対し、彼は音の微細な破壊と再構築を求めていた。見事なコントラストですね。ええ、カシオが提示した16ビットの真実は決して間違っていたわけではありません。ええ。時代を超えて確実に未来の偉大の感性と共鳴し、新たな音楽の供給を生み出していたんです。もしあなたが前衛的なエレクトロニックミュージックの中で、氷のように冷たく、それでいて鋭利なサンプリング音を耳にしたら、耳を澄ませてみてください。はい。それは計算機屋の残した16ビットの遺産かもしれませんから。計算機屋の執念は決して無駄ではなかったのですね。はい、間違いありません。ここであなたにもう一つ深く思考を巡らせていただきたい問いがあります。一見敗北したかに見える孤高の技術こそが、数十年後の天才たちにとって最も鋭利な武器になる。ええ。今私たちの周りで規格外として淘汰されようとしている不便な技術や無機質すぎるシステムの中にこそ未来の芸術の種が眠っているのではないでしょうか。非常に美しい視点ですね。標準化と効率化が極限まで進む現代において、市場の正解から外れた不器用とも言える技術たちは、ただ静かに消え去るのを待っているように見えます。ええ。しかし、その強烈な個性や扱いにくい仕様の不思議にこそ、まだ誰も聞いたことのない芸術を生み出す氷のように冷たいメスが隠されているのかもしれません。技術の進化と淘汰の歴史、そして工学と芸術の交差点を見る目が大きく変わりますね。さて、長きにわたるカシオの公開もいよいよ最後となるのですね。ええ、次回は彼らが合成シンセサイザーの頂点を目指して作り上げた最後のプロ用フラッグシップ機のお話です。いよいよ最後ですか？はい。そこには純粋なデジタル構成の極北と PCM という時代のうねりが激突する悲しくも美しい終戦の物語が待っています。カシオのプロフェッショナル向け楽器としての最後の戦い。合成の極致か、それとも再生の勝利か。とても気になりますね。ええ。カシオ未完の女子誌最終章をお届けします。
深夜の静寂の中、最後までこの探求にお付き合いいただき本当にありがとうございます。今あなたの手元にある、あるいはかつて手放してしまった不完全な道具たち、それらがいつか未来の誰かにとっての鋭利なメスに変わる瞬間を想像してみてください。